その時にその上京されたんですか？漫画私は昭和32年ですから18ですね。18なんか書いてあるところにあちこちで読むと、その時のその思い出っていうのが39の容疑者っていうのにつながる。そうです。卒業してから1年間、それまで新聞社の嘱託の作業をいろいろやってまして、それから雑誌にコネができて、東京に来てみないかと、一刻も早く融資を表したまえというね、なるほど、はがきが来るわけ。融資を表したいけどお金がありませんと、前借りさせてくださいって言ったら、来れば渡すという手が来いと。もう承知なしで、だから何もかも質屋にぶち込んでね残った700円握ってね、容疑者で東京来たんでも東京行く時の考えがね、とうとうって39のあれの中でいやとうとう俺は行くんだってね、とうとうっていう、もうこれがまさにその心境にぴったりなんですよ。でただ一人でしょ、で容疑者はね際限なく長いし。どのぐらいですか当時？26時間か7時間ですよね。それでね昼間のこと記憶がないんですよ。容疑者ばっかり覚えてるんですよ。夜の記憶だけなんです。それで窓の反対側見るとね空席でね、向こう側はたまに街灯がふーっとこう流れていくわけですよ。男はなんで容疑者とかブルートレインに惹かれるんですかね。それで思春期でしょ、18ですから、で向こう側に座ってる絶世の美女を空想してるわけですよ、コスチューム。メーテルだ。それがまさしくメーテルなんです。それで自分がアニメーションを作る時が来たら、なるほど、その場面を作る。絶世の美女がね、じーっと前を向いて星の海を列車でですよ、旅してる場面を必ず作ると。なるほど。そうか。Night Warp Eno at Home。どうも猪木健二です。板谷由香です。ナイトワープイノアット部になってまいりました。はい、今夜も宇宙に浮かぶ犬さんちからの放送です。この番組はイノアット部ということで、毎回宇宙の僕のようにね、いろんな人が遊びに来てもらってるんですけども、今日もそうです。今日もですね、先週に引き続いて、漫画家の松本零士さんが遊びに来てくれています。どうもよろしくお願いいたします。僕いまだにその39をまだ若いんでね、初めて読んだ時っていうのを覚えてるんですけどね、本当に面白い漫画だなっていうのが僕の感想なんですよ。僕はやっぱ伺いたい、どこでこう宇宙の空を見上げたかっていう話をちょっと伺いたいんですけど、これはですね、子供の時から空見るのが好きで、野っ原や土管の上に転がってね、空を見るわけですよ。そしたら周り暗いでしょ、そしたら自分が宇宙に浮かんでるような感覚になるんですよ。そして俺はいつかあそこへ行くだろうと、子供ですから未来というのをごく近く感じてるわけですよね。そうですね、必ず行く夢もありますね。だからそういう時に親父に火星人はいるかと聞いたらね、いるかもしれないけどいないかもしれないいい答え方をしてくれたわけだ。そうしたらね、がぜん火星人に興味が湧くでしょ。そしたら天文の本というのは比較的高いですから、親や兄弟の趣味で基本的な天文の本はうちにあったんですけど、それから図書館行きましてね、火星とは何かっていうのを調べていくうちに天文へ次第に深入りしていくわけですよ。ですから小学校4年ぐらいの時の通告表が残ってますけどね、先生が尾行のところにね、天文学の研究宮中第1位なりと書いてくれてるわけやっぱりいい気持ちになるわけですよね。なるほど。もっと拍車がかかって、それで望遠鏡を作ってね、手作りしか方法がないですから作ったんですか。作って、それで月の山をまず見たいと。その次は火星の運河を。ところが火星の運河はとうとう無理でした、ね、かなり難しいですね。月の山は見えるまでは小学校の時作ったんですよ。へー。でそうするとその本でいっぱい読むから、データが頭の中入るわけです。距離とかですね。そうすると時間とか宇宙とかの空間の概念というのが、今なら概念という言葉ですが、その時は要するに宇宙とはどういうものか、そうですね、感覚がね、感覚的にこう理解していくわけです。だから今でも私は火星に行きゃ何かあると思ってるんですよ。滅びてるかもしれないけどね。というわけで今夜も松本先生にね、いろんな宇宙の話とかいろんな漫画の話を聞きたいと思います。そんなわけで今夜も1時間ゆっくり楽しんでください。ナイトワープ。 Welcome to Night Warp Eno at Home。
living room. The creation of a matter which has sensationalized the manner of problem for its own profit and pleasure. 今夜のナイトアップは漫画家の松本零士さんをお迎えしています。松本さんは日本宇宙少年団理事長っていうのをやられてるんですけど、はい、これはどういったあれですか？これは国際交流機関で、要するに早い話が若い時から宇宙を関心グローバルエクスチェンジみたいな関心を持つ子供たち同士の交流を繰り返していけばつかみ合いは宇宙ではしないだろうと。なるほど。でピーススルースペースというのが一つのスローガンでしてね、それで協力しながら宇宙へ行こうと、未来のためにね、そういう活動なんですよ。ですから子供たちですから非常にそれぞれの国が明けっぴろげに重要施設を見せてくれるわけです。ですから私も NASA もそれからソユーズのソビエトの時代からですね、管制室とかそういうものは全部入りましたね。それでいろんなその宇宙開発の過程ですね、それをね本当に明けっぴろげに見せてくれるんですよ。ただ珍事が起こるのはねそれは理事長としていきますからロシアになってからロシアの、ソビエトの時はね私はどうもなんか軍人かなんかと間違ったらしい。着てる服もまずかったんですよ。怒りのマークのついたそれまずいですね。銀ボタンを押しててね懸賞がついてたもんでね徹底的にマークされましたけどね。国に入るのも大変だったんですか？いや帰ってね丁重に扱われたけどホテルの入り口を見るとね私のところだけ電気が消えてるんですよ。一目瞭然で分かるようになってるわけね。なるほどね。でこれは徹底的にマークされた。もうそうなりゃやけくそですよ。もう当時のでもねKGB の女性将校っていうのは非常にかっこよかったですよ。文字通りメーテルに鞭も打たせたみたいな雰囲気で、でロシアになってからねもっと明けっぴろげになりましたよ。でただね言われるんですよ。子供たちが私のことを漫画家だから先生って言うでしょ、だから学校の先生かなんかだとまず校長先生かって聞かれるわけです。その次はね日本における宇宙開発のどのセクションのねどのポジションの専門家であるかっていうのね、私は漫画家ですって言うとね目が点になるんですよ、ね。いや漫画家は分かったと、で宇宙開発においては何が専門かともう一回来るわけですよ。もうこうなるとやけくそですね。もうね私は広報みたいなことをやってて要するにホラ吹き係でありますと。でも信用してくれないですよね。本職は別にあるという。なるほどね。アメリカは違うんですよ。アメリカはねカツニストっていうとねおーっとそのエキサイティングな仕事でね。ヨーロッパもそうですよね。それで徹夜してやってるのかってねいろいろやるわけですよ。それで子供たちをこんなに引率してては行動の自由は効かないだろうけどね、みんなの就寝時間って子供ってのは大体早く寝させますから、したら寝させたらねこことこことここへ行けと税関で言われるわけです。したらあなたの仕事にとってね必ず有益であろうと。だから地図まで書いてくれてね、それで何も調べずにねオーボールクリアっていうわけですよ。こっちもイエスって言うと OK って通してくれるわけですよね。それで楽しんできてくれと。ここまで来たんならここまで行けというね。それからNASA にもデザイナーやいろいろいますからね。非常にロシアとはまた打って変わって非常に丁寧ですよね。宇宙はどうですか？私は飛べると思ってましてね。かなりで地球の成層圏の若干外みたいなツアーっていうのはもう少し準備して始まりますけども、もうちょっとかなり外までいわゆる無重力を味わいたいとかするんじゃなくて、ちゃんと外から地球を見るっていうのが結構なお金払えば一般だけじゃないかもしれないけども人たちでも参加できるようになるのってそれいつぐらいなんですかね。だから15年先かそんなかかりますかね。やっぱりね20年ぐらいでしょうね。で大体でもね一回この目で見たいですね。見たいですね。見たいですね。せめて自分のいない地球をね。いや本当見たいです。だから地球の写真ってのは物悲しいんですよ。やっぱり撮影年代があるでしょ。最初の衛星からにね。とこの地球には親父がいたと。
そうですね。この地球にはおふくろもいた、この地球にもあの猫がいたと、あの友人もいたっていうね、その年代を経て見るとね、あの地球っていうのは大変物悲しいもんですよ。この大気の下にはね、俺の親父がまだ生きてる時の地球だと、母親が生きてる時の地球だと、そういう感覚でそうですね、撮影年代を見た地球の像に合わせていくとね、とても物悲しいもんですよ。切ないもんです、あれはね。でも空のね星を見上げると、あの星があれ光ってたの自分どころか誰もいなかったっていう。まあ星空っていうのはタイムマシンですからね。そうですよね、本当ね。光のずれ、その他であれは何百億年前の光だったり、つい数分前の光ですね。いろいろあるでしょ。だからタイムマシンっていうのは自然のうちに我々は体験してるわけですよ。夜空を見上げれば。そうですね。あれは同じに光ってるけど、そこにあるかどうかはわからないわけですよ。そう、今もない可能性が十分強いですよね。太陽にしろ月にしろ自分が今見てる位置じゃないんですからね。そうです。少しずれてるわけですよ。光の速度で来たとしてもね。だから案外今全点をこの瞬間にもし見ることができたとしたらね、真っ黒か真っ白かね、なんかわからないですよ。星がもっとまばらになってしまってるからね。そうですね。だから宇宙っていうのはそういう不思議な考えを催す空間ですよ。で大体何千万も払っていくのはちょっとね、ちょっとあれでしょ。今ちょっと出て無重力味わるあれ1300何十万かな。江川君はタダで行きたいと思うし、なんとかしたいですね。なんとかしたいんです。あなたは連れて行きたいっていう。それでね、ところが私は漫画家でしょ。でこんなこれ宇宙開発事業団参与という作業もしてるし、ジャパンエクスペリメンタルモデュールか日本実験宇宙等委員会というところの委員長も仰せ使ってるわけですよ。それは全職種の人たちが飛ぶということで、そういうものとの広報とかいろんなものも含めての委員会なんですよ。全職種。ああ、なるほど。僕ゲームクリエイターだと覚えてくださいね。覚えてくださいね。飛んでもらわないとね。すぐに行きますんで。概念っていうのはわからないでしょ。その場に身を置かなきゃね。前の日とかに電話かけてくださいね。それでいろいろやっててね。いざ飛ぶ段階になった時にね、漫画家がですよ打ち上げるという時に俺じゃなかったらこれは泣きそうだって俺じゃないのって。その可能性だってないとは言えないですよね。自分が行くつもりで一生懸命やっててね、そしたら土壇場になったら違ってたってね、そうだ悲しいでしょうな。それな悲しいというよりも腹が立つでしょうね。漫画家だから飛ばさないなんて意見を言い出すかもしれない。漫画家行かしていかんと。ろくなことしないで。ろくなことにはならないという。でもまだ飛べると思ってますね。体力的な意味で言うとね。血圧だけ気をつけろと言われてるんですが、強制視力は 1.0 でいいわけですよね。近眼でいいわけですよね。で歯もきちんと治療してればもう文句はないと。でこの前77歳のか8歳のグレーン宇宙飛行士飛んで、そうするとほぼ普通の体調であれば、ね、大丈夫と必ず飛べると思うんです。で私も何十回とは言わないけどね、1回は宇宙から地球見てみたいですね。自分のいない地球ね。そうですね。地球全部自分がいるんですよ。アースウィズアウトミーって状態。それのいない地球を見てね、その写真を撮って、旅行でも何でもそうで見てきたようなホラーを吹くというね。楽しいわけですよ。ね、見てきたようなホラーだからね。言ってる人少ないからね、信じますよ。それでね、やばいとこへ踏み込む時ね、行く時はね死んでもいいやと正直言ってそのぐらいの気持ちで行くわけですよ。ところがね、飛行機が日本の領空内に入るあたりからね、今落ちたくないと思うんですよ。せっかくここまで帰ってきたのに家帰ってホラが吹けないと言ってる時は何が起こっても平気だと。深に食われようがね、ライオンにケツかじられようがね、それはその時の成り行きだと思ってるわけですよ。人間って不思議なもんですよ、あれね。家が近くなるとね、突然里心というか死にたくないと思うんですよ。だってそこまで見てきてね、帰ってホラが吹けないっていうのは面白くない。もったいないですよね。だから最終的には月か地球のそば行って周りを回ってね、この目で見て見てきたようなホラを吹くと。でそれを物語にするという、自分の一つの夢なんで。でもあれですよ、この宇宙関係の
作業にいくらかでも関与してますとね、私の腕時計は毛利さんの手についてもう宇宙を飛んできたしね。あ、そうなんですね。その打ち上げにも見に行ったんですよ。応援に行ったわけですね。で入り口が混乱してて、場内に文字通りなだれ込む羽目になってね、4マイル離れた場所から見てたんですけどね、ボーンと上がっていくでしょ。秒読みが始まって、秒読みの壊れた機械の上に私座ってたんですよ。もう特等席ですよ。で自分の腕時計が飛んでいくわけですよ。でまず礼儀ですから、毛利さん行ってご無事でとまず内心思うわけ。その次は行けよ俺の腕時計ってわけでね、でそれは地球を126周かな、330万マイル飛行して帰ってきたという証明書付きで戻ってくる。それは成功のダイバーウォッチですよ。私と一緒にアフリカ、旅したんだ。アマゾンをね旅してて、南太平洋もう今その時は毛利さんが持ってるんですけど、松本さんが持ってるんです。私が持ってますそれは。でそれは無事動いてます。それでね、これは完全防水だけど開ける気しないんですよ。これを開けるとね、その時の空気が、それからこの時計を最初に買った時には父親も母親も、それからうちのみーくんの初代もね、元気だったと。みーくんの初代って猫ですよ。で今3代目が8キロになって頑張ってますけどね。すごく大きいです。その空気が詰まってると思うから、これはもう永久に開けるつもりはないんです、この時計はね。でもまだ正常に何ともなく動いてますね。宇宙に行ったんですね。宇宙行きたいですね。これは知り合いが外国ですごい高い山に、アフリカかなで登って4、5000メーターの山なんですけどね、行ったらさすがに上の方まで宇宙船が少し降り注ぐんですね。でもちろんそんなの見えないんだけど、どうだったって宇宙結構厳しいかもって言って私は高山病になるとね、山の上の方に上がって4000メートル超えてくると、世の中全部金色になるんですよ。草も山も枯れ草も何もかも全部純金なんですね。かなりおかしくなっちゃうらしいよ、そういうとこしたけど。でいろいろなあるんですよ。目の真ん中の視界が蹴られる人ね、そうですね。血流で私も行くわけで、目の真ん中が暗いんですけどね、それでもね、草も何もかも金色で引きちぎってね、で友人の千葉哲也が一緒にいたから、ほら金色だろうちょっと枯れ草だいって言うわけです。個人差があるわけ。大丈夫かってことなんですね。インカの山の上でですね、エルドラド伝説の影響ね、おそらく私と同じ体質の人間がね、高山病になって酸欠でね、何もかも石ころもみんな金色に見えたんですよ。それでエルドラド伝説ができたんだろうと勝手にそう思ったんです。では千年女王のテーマを聞いてください。どうぞ。声を潜めてください。君に送る愛の歌が届くように、瞳凝らしてください。長い髪をたなびかせて降りて行きます。10年は夢のよう、100年は夢また夢、1000年は一瞬の光のよう。過ぎてく時間は怖くない、輝きを失うことが嫌なのです。風を捉えてください。油断すれば腕を抜けて逃げてきます。
涙流してください。星を背負い生き続ける私のために。10年は人の暮らし、100年は時代の流れ、1000年は歴史の移り変わり。傷つくことなら恐れない、優しさを試されるのが辛いのです。コスモス宇宙の果てまで愛を探してくれますか。コスモス宇宙の果てまでしてくれますか。この千年女王というのはエメラルダス・メーテルの母親です。それがなんていうか薄れゆく機械人間と化していて、機械の自然増殖ということで一族は守ったけど自分自身の意識が薄れていくわけです。で最後に薄れゆく意識の中で、あなたは私を倒しなさいと、そして機械帝国を倒して有機生命体、人間および宇宙の生命を守りなさいと言って、必死の思いで姉妹を送り出すのがこのメーテルレジェンドっていうのを今度作りますけど、千年女王の最後の場面なんですよね。そういう女性として設定した。それが1199年1999年だ。今年なんですよ、スタートがね。でヤマトが2199年なんですよね。どうもね99という数字を並べるのが前から好きだったんですよ。なるほど。そうか。今夜のナイトワープは漫画家の松本零士さんをお迎えしています。宇宙行きたいですね。やっぱり宇宙開発っていうのは、私は未来の人間の生存そのものに関わる大事だと思うんで、漫画や SF、アニメーションで書きますけどね、これもはっきり言ったさっき言った何のためにこれを書くかというね、それは将来の生存をかけた場所をフロンティアへ行く人の触媒の役を果たしたいという。触媒ですよ。大それたことはできないです。ただ星が好きだとか火星が好きだと思うと、私は火星人はいるかで漫画になったわけですから、そうですね。最初のきっかけ、そこの可能性っていうか夢を見せたり、それで見てくれる人の数が多ければ多いほど、その中で触媒の役を果たした。それがきっかけで名だたる天才が世の中におちびさんなんかたくさんいますから、いずれ現実に自分でその思いを果たす。チルドレンがね生まれてくるわけですね。次の世代になった時にね、責任がある立場になった時にやるだろうと。だからそれに夢をかけてるわけです。それをね覚えててくれた青年たち、少年たちがね、星の海へ本当に行って、そのことをちらっと思ってくれればとても嬉しい。今度も角野さんという綺麗な宇宙飛行士、新しくなられた人ね 3名なられたんですが、やはりその宇宙戦艦ヤマトを見てうんぬんということを言ってくれたんですよ。それがねどれぐらい私にとって嬉しいことだったかね、本当に涙が出るぐらい嬉しい。そうですね。数日前にお会いして、お礼を申し上げましたけどね。帰ってきた時間が全部認められますもんね。それでね、相手されますよね。そうやってちらっとでもね、今度は宇宙を飛びながらね、思い出してくれればもらえたらあれですよ。自分も飛んでることになるわけです。それから自分がくたばった後ね、その次の世代ももしこういう作品を見てて、星の海でひょっと昔見た子供の時のね物語や、ひげの親父が書いてたなというね、それを思い出してくれると、
私も一緒にその宇宙飛行士の心に乗って宇宙を飛んでるわけですよね。旅行カバン持ってくるじゃないですかね、これなんか宇宙ステーションのキオスクにこう並べて銀河鉄道する下に多分ゴルゴ13が並んでると思うんですけどね。アサリちゃんと一緒にこう。宇宙飛行っていうのは長いですからね。だから私は本当の人間の本当の意味の死というのは全部から忘れられた時に来ると。だから人が記憶してる人がね一人でもいてくれる限り死んだことにはならないと思うんですよ。シャガールやバッハ今でも生きてますよね。生きてますよ。だから私は願わくばね、その世代を超えて記憶に残るようなものを書きたいと。これ大それた願望なんですけど。残ってんじゃないですかね。いやそういうところでかなりもう安心できるんじゃないですか。でもね夢なんです。それでねB 級漫画論という B 級文化論とかなんて感じで漫画は B 級であると、漫画はすぐ消えていくからというようなことも言われてるんですよ。だからね非常にその文字通り歯ぎしりする思いでね、我々だってそれはあらゆるジャンルに言えることでしょ、残るものと消えるものが必ずあると。我々はどれだけ歯を食いしばってその仕事をしてるかというのはね分かってくれるのかなというね。ただ自分のものが残るとは断言できないです。これは時代との整合性とかいろいろありますからね、やむを得ないんですが、自分の願望は、せめてアンデルセンとは言わないですよ、グリム童話とは言わないけど、なるべく長く人の記憶に受け継がれてね、なるほどね。それで実際に火星まで金星まで持っていってくれないかなと思うんですね。なるほどね。ヤマトの2199年の時って人間は私はどうだと思います？そうですね、2199年の時点ではこういうものの発達の速度というのは加速度的に進みますから、おそらくね金星まで行ってると思います。そして火星や金星を人間の居住環境に適したように改造するのは、火星の方は比較的早いですね。早いと思うんです。金星は大変だと思うけど、でももう単調についてると思うんですね。ですから金星までは間違いなく着陸していると思います。それから言い忘れましたけど、その時点でね、私の子孫がもし小惑星帯、火星と木星の間にある小惑星帯に行ったらね、もうこれは言明したんですよ。小惑星第6565番というのはレイジという名前を付けてもらってるんですよ。実在してるわけです、この星はですね。だいたい長径で50キロぐらい、東京都ぐらいの大きさの星ですね。でその時にね、子孫に言命としてね、先祖の遺言ですわ、これね、申し渡しでね、必ずここに降りろと。守らなきゃいけないですね、そんなの。で降りたらね、俺のと書いてくれと、俺の星とねこれルイ・アームストロング船長みたいにそうザクッと、それでそれもね、おそらく私の子孫の代2199年ぐらいまでにはね、もし私の子孫が順調に生き延びて頑張ってくれれば、順調に反映してくれれば、なるべくはびこってくれればね、その中の一人は必ずね、そこへ行って「ああこれは俺の」と書いてね、俺の先祖の名前がついた星だと。これ来歴が全部書いてある。この名前は何に由来してるか分かるわけですよ。でそれを顔の名前ですね。で石の1個ぐらいね持って帰れと、石ぐらいやると、俺の骨壺入れてくれとそれが夢です。だってやっぱり2199年だから到底生きていられないし、まあ大体現存する人たちで何人かは生きてますね。2199年、1999年でしょ。なんとかなるからね。2199年か200年後はまあ無理か。無理ですね。かもっていうところですね。もしくは200年は科学的に、医学が進化するから。でも人間の本来の寿命は
120ぐらいですよね、何事もなければ、ね。ただ結構ね寿命の部分をね司ってる遺伝子なんかもね簡単に最近、でどうかっていうのありますからね。それから脳だけになってね、そうですね、細胞化、それから機械人間になってしまうけど、そういう100年後までは生きてる人はいると思うんですよ。今息してる人でね、赤ちゃんでね。でも200年でしょう。200年と私金星も改造してるかもしれないですね。ほぼ完了してるかも。200年か。だって100年前、そうですね、人が空を飛ぶというのはね、そうですね、思いもしなかったですね。夢のまた夢で誰でも飛べるということは、だから200年、500年前やっとあれですからね、アメリカ大陸ですからね、発見したのが喜んでるんですよね。だから飛行機の発達の歴史、ロケットの発達の歴史っていうのはものすごい急激ですからね。2190急激ですね。200年後ね。ロシアがでもソビエトになったから無理な急激な発達がなくなっちゃって僕つまんないなと思ってるんですけどね。共産圏時代はうちの国は元気だぞってためにね、もう無理やりでもロシアはさ宇宙船とでも今度はね、地球環境に追われるように人間は宇宙に出ていくと。いや、そうですね、地球の保全という意味で。わかります。これはもうとても、それをやらなかったら無理ですよ。恐竜よりも悲惨な最後を遂げるぞという、ね。だから宇宙開発というのは決して無駄なことをやってるわけじゃなくて、これは文字通り我々の子孫の生存のためなんですよね。もうね、この星の上にエネルギーがどんどんなくなってますしね。あと人口の問題なんかも2050年100億人ですからね。今でもう60億でしょ。そうですね。で実際はインドの中に入ってない人口もいるから70億ぐらいですね。でそうすると地球環境を少なくとも今ぐらいの程度で保つためには、今からやっと間に合うかどうかですね。人はパンクする前に宇宙へ拡大していく使命を持っていると思うんです。いやそうなるようになってるんだと僕は思うんです。間に合わないですね。それは間違いなく今豊かに暮らしてるの8億人ですからね。間に合わないってくれる不満ですよね。不満に僕らが別に間に合ったと思っても不満が出てきますからね。それはフロンティアになるようにできてると思ってますね、僕は。義務だしフロンティアだし、だから星の宇宙という言葉よりも私は星の海という方が好きなんですよ。第二の大航海大航海というと、で今度は植民地を作るためじゃなくて、無人の星へ行く、新たなフロンティアですね。これは新たなフロンティアですよね。そのためにも今から行くべきであると。そして自分は星の世界の漫画を描くと、アニメーションを作ると。それはひとえに少しでもそれを関心を持ってくれるね、若い世代のわずかの触媒の役を果たしたいという、これが願望なんですよ。で最大の願望はその中の一人ぐらい覚えててくれてね、骨壺に入れてくれるか子孫がですよ。それから火星へ降りてね、ヒゲは火星に、私本当は今は火星にいる予定だったんですから、ここにね火星大王って書いてT シャツを着たりしてたんです。その前は金星王子だったんですよ。年取ったら火星王子だ。救急車に連れてかれるでしょ。火星大王。ギリギリですからね、それは。でもね、火星降りた人がね、男は火星に住む予定だったと。それだけでも思ってくれるだけで嬉しい。骨壺は持っててくれていいですよね、別に。いや、それはまだ。地球にあってほしいんですね。それはっきりして今伝えた方がいいですよ。骨壺の話は正直言うとまだもっと先で言うわけです。船は宇宙戦艦ヤマト、宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ、必ずここへ帰ってくると手を振る人に笑顔で答え、銀河を離れイスカンダルへはるばる望む宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よ愛する人
救う使命を帯びて戦う男、燃えるロマン。誰かがこれをやらねばならぬ。期待の人が俺たちならば、因果を離れイスカンダルへはるばる望む宇宙戦艦ヤマト。ヤマトは2199年。そうですね。今から200年後か。それで、宇宙戦艦ヤマトというのはこれからも新しい発展をさせていくんですが、それと同時にヤマトをさらに拡大した超時空戦艦マホロバというのがあるんですよ。で、ヤマトは国のマホロバ、地球は宇宙のマホロバという意味で、このマホロバという大戦艦を宇宙船ですね、これはね、超時空戦艦で、それをさらにヤマトの発展型として、発展型というよりも別種のものになるんですが、連続体として作っていきたいという、そういう願望。もうそれでこのマホロバはすでに作品として2冊書いてるんです。で、これからというところなんですね。で、ただ私の世界は全部がリンクしてますから、そうですね。ヤマトもマホロバも39もエメラルダスもハーロックもメーテルレジェンド千年女王も、ずーっと一周すると全部つながるようになってるわけです。で、全登場人物が錯綜して隕石関係にあるわけですよね。その友人であったり、先祖子孫の関係であったり、で、なぜこういう設定をしているかというと、私はヤマトの時なんかでもプロデューサーとの最大のそういう点はですね、私はキャラクターというのは子供ですね、まず自分の、なるほど。で、子供は生きるために産むんでね、殺すために、死なせるために産むんではない、だから全キャラクターはね、自分の子供であるというもう固い自分の思い込みがあるわけです。ですから物語の上でもし倒れることがあってもね、それは悪役もいますし、それでもね、最後の時にはね、カーテンコールの時にこの全部の相関関係を作っておいて、最後に全部を一堂に会させたいわけですよ。途中で倒れた人間も含めてね、それは全部我が子ですよ。それでそれが多ければ多いほどいいわけです。多ければ多いほどいいということは、自分がそのたくさん作れるだけの年代を生き抜かなきゃいけないわけです。なるほど。だから今まだ合わせたくないんですよ。なんか明日死にそうな気がして嫌だからね。本当そういうことやっちゃうとね、そういうもんなんですよ。ろくなこともない。これはまだだいぶ先でいいと。願わくば2020年ぐらいまででいいや。書いておいて金庫にしまったか。いや斎藤隆夫さんみたいにいや書いたらダメです。書いたらダメです。土壇場でやらないと人間は迫力出ないですけどね。最後にもし俺はもうダメだと体力的にですよ、自覚したら初めてその時にカーテンコール用のね、その場面を作ろうと思うんですよ。いいですね。みんながこうみんなが集まるんだ。でそれをね覚えててくれた青年たち、少年たちがね、実際に火星まで金星まで持っていってくれないかなと思うんです、ね。なるほどね。閉じて思い出す母さんの面影、遠く離れた青い地球よ、安らかに眠れ星が消えるよ、赤く燃えて銀河を流れるように、銀河を流れるように
思議な微笑みが母さんに似てるよ。遠く宇宙に散らばる星に話しかけてるの。寝てるいつの日にか幸せつかむよ。熱く熱く燃えた命が輝くように命が輝くように。Welcome to Night Warp. Eno at home. Interactive room.先週松本零士さんにね、プレゼント、リスナープレゼント若干1名様予告しましたけども、ついに今週松本零士さんの飲んだ色味茶碗っていう新宿3番が吉野寿司って書いてますけどそれじゃなくて銀河鉄道999の10巻にサイン、しかもメーテルの絵付きですよ。いいですね。横に僕ハーロックが書いてますけどそれはいらんって、ちょっといらんって感じファン的にはいらんって感じ、いらんって言われると嫌だなそんなわけでそのサイン本をプレゼントします。はい。郵便番号は102-8080、郵便番号 102-8080、ナイトワープ。松本零士さん。違う、松本さんのサインくれ係。松本さんのサインくれ係。いいですね。で必ずハガキには自分の想像したメーテル。あ、いいね。別に下手でもうまくても何でもいいです。自分なりのメーテルを書いて、それとですね、自分なりのこの宇宙観、宇宙に対する夢とか、そういうものを書いてお送りください。その中から1名様ですけどね、ちゃんと当選しますので、お待ちしております。これは貴重でしょ。そうですよ。お待ちしております。はい、お待ちしてます。Night World Eno at home Eno。 お便りの宛先は郵便番号 102-8080、 郵便番号 102-8080 Night World までどうぞ。Living room.
というわけで全世界7局の FM ステーションを結んでお送りしてきましたナイトワープ E のアットもそろそろお別れです。はい、今夜は先週に引き続いて松本零士さんをお迎えしました。新しい映画の企画があるという。そうですね、これは結局リンクしてた世界が全部動き始めましてね。それまた描いちゃったらもう最後のですね、さっき言ってたんですよ。いやいや、その中にまた新発明、また新しいのをこういろいろこう作っていきますんでね。今実はそういった新連載の話とかいろんなものがあって、ただアニメーションゲームという問題ではヤマト39ハーロックエメラルダス、それからメーテルレジェンドというような問題から、滅ばに至るまでの一連のものですね。それとは全く別に中国ものの女剣士ものみたいなものも拡大していきますしね。だから自分がやりたい世界っていうのはまだもう2種類ぐらいあるんですよ、描きたい世界っていうのは。で今それを資料を集積してる最中なんですね。でこれから各以上文献も一応は全部読んでおかなきゃいけないし、後でね、今の情報量のものすごい世の中で小学生からね、あなたのは間違いですと言われたくないもんですからね。前に小松左京さんが言ってましたよ、さよならジュピターをやった時にね、日本人の小学生からね、あんたのは間違ってるって言われていや、あるんですよ、小学生がね、ここは間違いではありませんかっていうのがね、よくある。ですからそういう好きな子供はおかしいですからね。そういう土壌を踏まないように、そういうこともやりたいし、それから要するに際限なく 3D、 要するにこの場合は目で見た立体という意味ですね。3D のCG という意味じゃなくて、要するにバーチャルリアリティの世界で作りたいものというのがありましてね、そういうことを今単調についたばっかりです。で今それの試行錯誤の試作品にチャレンジしている最中です。ですからそれは2001年以降姿を現してくると思うんですよね。なるほどね。いや僕ね、今のちょっと失礼ながらね、ちょっと申し上げるとね、今バーチャルのその 3D のね話をした時に、松本零士さんの顔がねめちゃくちゃ突然若くなったね。すごい突然子供のね、全部が今こうね張った顔になってね、うわー楽しそうだなって思ってね、いいわよ、それで僕今ずっと顔にしてたんだけど本当にやりたいことがね、それいっぱいあるんで、好奇心の塊というか、なんか頭の中開けたら宝箱みたいなそういう気がした。いろんな受け取ったものもねいっぱい返したいでしょうしね。そうなんですね。それからやるだけのことはやっておきたいという。そうですね。でも基本的にはね、子供の頃のものが結局は拡大していってるだけなんですね。だから幼児期に芽生えたものっていうのは強固なんですね。でその中から途中で知識をいろいろ吸収するし、体験も積むから、ある程度の幅は広げられるけど基本は同じなんですよ。いや、それが僕は宇宙ってことだと思いますね。どんな小さいところにもすごいね、ミクロに似てったら宇宙になりますからね。それを広げる、広げるのは僕らの知識とか経験ですよね。極大と極小っていうのは同じだと。全くそうですね。全くそうです。それと同じことなんで、これはね、実はね、縮みゆく人間っていう昔映画があったんですよ。その時に際限なく縮んでいく人間がね、最後に宇宙を見上げてね、極大極小というのはね、結局は同じだというところでエンドマークが出る映画なんだけど、それはやっぱり随分子供の時見たけど感動しましたね。まあそうですね。なるほどね。それからやっぱりメーテルやエメラルダスのような女性を描きたいというね、願望もあるし、新しいタイプの女性ね、それとはまた別のタイプの、それも構想上いろいろ考えてあるもんで、その女性たちがまた存分に活躍するところまでは何が何でも書かずに置くものかというね、そういう思いがあるわけです。なるほどね。でもやっぱ本当にやりたいことがね、そういうのいっぱいあるんで。なるほどね。そんなわけで、そうそうお別れです。はい。それじゃまた来週、椎名健二でした。板谷由香でした。そしてゲストはどうも、いろいろといろんな変なことばっかり言ったり楽しかったです。どうも松本零士さんでした。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。いい夢見てください。どうも。ありがとうございました。長い間。先生、星の T シャツ着てらっしゃるんですね。これは電気を消すときは。ブラックにこう白いのがバーッと。アメリカでしか見つけないからね、これね。Night Warp, Eno at Home. This program was broadcasted to you from Tokyo FM.
the